皆さんこんにちは。つづたびのお時間です。 JGC プレミア資料の動画も早5回目。今日はインチョンの朝からスタートです。見ての通り朝もやがすごくて何も見えないんですよね。時刻は6時半。今からシャワーを浴びて支度して7時5分の空港行きバスに乗ります。間に合うかな。まだ頭が寝ぼけてます。ここが朝ごはんのレストランみたい。今度はちゃんと使ってみたいね。シャトルバスはこんな立派なタイプでした。レストホテルはこれまで泊まった空港ホテルの中ではかなり良かったな。でもバスは数組しか乗ってません。まあこんな時間から移動するのは修行僧くらいか。朝もやはだいぶ晴れてきました。今朝のインチョンの気温は10度。東京の4月と比べるとかなり寒いね。この辺りはホテルが密集していてターミナル1利用だと近いんだけど、今日はターミナル2なのでバスで20分くらいかかります。朝もやが晴れたのは気のせいだったみたい。フライトは10時なのでそれまでには晴れるでしょう。空港に到着です。昨日は暗くて分からなかったけど、こんな綺麗なターミナルだったんだね。出発フロアは開放感があるんだけどでかすぎる。大韓航空のカウンターは A から F みたいだけど、今いるのが J だからちょっと遠いな。っていうかこれ行き先表示がそれぞれの現地語で表示されてるね。すごくいい設計だ。次のフライトはビジネスクラスだから専用のカウンターがあると思うんだよね。まあちょっと行ってみましょう。スカイプライオリティは A、 一番端か。別にこの辺のカウンターでもいいんだけどって気もするな。列に並ぶ時間と歩く時間が大して変わらない気がする。ようやく見えてきました。ちょっと特別感のある見た目してるね。ヒースローの BA のカウンターもこんな感じだったけど、それよりモダンなデザインだね。空間がでかいからできることの自由度も高いって感じ。中はプレスティージっていう大韓航空のビジネスクラス客のカウンターと、さらに上級会員のカウンターで分かれてるみたい。ミリオンマイラーとモーニングカームプレミアム。チェックイン完了です。今回もラウンジが使えます。あと成田からの JAL 便も一緒に発見されました。これで成田でチェックインし直さなくていいから楽だね。出国はあそこからみたい。なんか芸能人がいるみたいでめちゃくちゃ写真撮られてます。 VIP 用入り口とかは使わないんだね。さて出国完了です。キラッキラしてるな。とりあえず大韓航空のラウンジに向かいましょう。大韓航空のラウンジは2カ所あるんだけど、ここはウエストの方。なんかちょっと混んでるね。5分くらいで入れました。なんか手続きで困ってる人がいたみたい。ラウンジはすごく広いんだけど、それでも混んでるね。この後機内食もあるから飲み物だけもらってこようかな。バーカウンター。温かいご飯もいろいろありそうだね。ターミナル2からは大韓航空ばっかり。日本の半分くらいの人口をマーケットにしてこんなあちこちに飛ばしてるのすごいよね。次のフライトは777。同じビジネスでもちょっとシートも違いそう。楽しみだね。時間も近づいてきたのでゲートに向かいます。広くて綺麗な空港ってテンションは上がるけど移動が大変。あとお土産屋がハイブランドに興味がない人間には面白くないかな。ハイブランドとコスメとお酒ばっかり。
ゲートそばに来たけどマジで大韓航空機しかいないね。カルの巣だ。これだけ揃うと壮観。搭乗が始まりました。スカイプライオリティは待ちなしで入れるね。隣に A380 がいました。香港とか北米に飛ばしてるんだっけな。ごくまれに機材繰りで成田にも来てるみたいだけど。さてさて登場しました。大韓航空って本当にいろんな機材を持ってるよね。こちらがシート。短距離路線だけどフルフラットになります。ウェルカムドリンクです。ガバジュースをもらいました。行きでももらったんだけどすごく美味しかった。機内食のメニュー。韓国初フライトはビビンバじゃなくてプルコギになるんだね。飲み物は相変わらずメニューが豊富。隣のおじさまが明らかに置いちゃいけないとこにグラスを置いててヒヤヒヤします。フルフラットボタンがある。後で試してみましょう。出発時間は少し過ぎてるけどそろそろかな。滑走路に移動し始めました。もうすぐなくなってしまう足穴塗装機ですね。あれもなくなる前に乗っておかないといけないな。奥には T ウェイが見えます。大韓航空と足穴の統合を受けて彼らも大きく動きそう。離陸しました。やっぱり下には雲というかもやみたいなものが多く見えますね。上空まで上がってだいぶ視界がきれいになりました。これから機内食みたいです。出ました、恐怖の激圧おしぼり。やっぱり今日も激圧なので偶然じゃないみたいです。じゃあ赤ワイン。なんか流れで赤ワインをお願いしちゃいました。プルコギは野菜と一緒に食べるみたい。あとは味噌汁みたいなスープ。漬物っぽいのもありますね。ご飯も一緒に包むのかな。あとは赤ワインです。大韓航空はワイン推しなのか、お飲み物はいかがですかじゃなくてワインはいかがですかなんですよね。朝10時なのにワインを飲んでしまった。美味しいんだけどちょっと罪悪感もある。作法がよくわかんないんだけど葉っぱにお肉とご飯を乗せて食べてみました。プルコギなんてどう食べたって美味しいんだけどね。これで合ってるんだろうか。大韓航空のワインは世界的なソムリエの人が選んでるらしいです。ボディが重たすぎずご飯にもあって美味しいと思います。大量調達できてそれなりのクオリティのものを探すのって結構大変そうですよね。そのあたりも含めてすごいなと思います。1時間くらい経ってもうすぐ日本列島上空。シートをフルフラットにしてみました。バルクシートなのもあってかなり伸び伸び。短距離路線にフルフラット必要かなと思ってましたが、これはいいですね。ちょっと一眠りしてる間によく見た風景です。韓国も似てるけど日本の風景はやっぱり一目でわかりますね。無事着陸しました。骨が見えるからここは確かに成田ですね。時刻はもうすぐお昼の1時。今日はこのまま入国せずにメルボルン便にトランジットします。インターナショナルトランスファー。到着は第1ターミナルなんだけど JAL は第2ターミナルなのでこれからターミナル移動をしないといけません。一旦ここで手荷物検査を受けます。
検査を受けたら連絡バスで2タ目に。半日ぶりにここに戻ってきました。昨日の夜よりはやっぱり人が多いね。出発ロビーを通ってバスラウンジまで向かいます。バスはカルラウンジのすぐそば。ターミナル間を20分間隔で結んでいます。バスを待ってる間にサファイア到達の通知が来ました。まだデザインは更新されてないけど5万ポイントになってますね。これから15分くらいかけてターミナル移動です。事故があったら大変だから低速運行なんだけど、よく考えたらこれめっちゃいいよね。普段は見えない空港の裏側をじっくり眺めながら移動していきます。さて第2ターミナルに到着です。メインとサテライトの間のあたりに着くんだね。現在時刻は13時半。次のフライトまでは5時間くらいあります。桜ラウンジで仕事をしながら待とうと思うんだけど、その前にちょっと寄り道です。成田のキャセイラウンジ。羽田のはよく行くけど成田は初めて。ちょっと入ってみようと思います。席も多くて広々してるね。ご飯も美味しそう。ヌードルバーがないのが残念だね。お酒もある程度あります。せっかくのキャセイラウンジなのでちょっと中華っぽいものとサラダにしました。いただきます。すぐ横がゲートなのがいい感じ。今はチャイナエアラインがいます。ご飯どれも美味しいんだけど、スモークサーモンが厚めにスライスされていて美味しいです。席も多くて空いてるので、桜ラウンジが混んでるときはこっちでもいいかもね。とはいえ今日はシャワーも浴びたりしたいので桜ラウンジに移動します。10時間のフライトだからその前にさっぱりしておきたい。というわけで桜ラウンジ、今日はちょっと混んでそうですね。窓際の仕事がしやすそうな席を確保しました。飛行機の中で仕事をするのがあんまり好きじゃないので集中して片付けてしまいます。今回は個室っぽいレイアウトだからいいんだけど、やっぱり周りの目がある中で PC 作業をするのはちょっと気になるよね。結局この席には3時間くらい長居してしまったけど、かなり仕事が進みました。なんか正しいラウンジの使い方な気がするぞ。それでは次はシャワーをと思ったんですが、15人待ちでした。あと2時間くらいで登場なんだけど、間に合うかな。ご飯を食べに来ました。混んでるね。とりあえずカレーをもらってきたんだけど、ラインナップがこの間とちょっと違いました。給食みたいなシューマイとか唐揚げとかポテトとか、あとサンラータンがあった。なんかちょっと客層がいつもと少し違う感じがします。ビジネス客よりもレジャーが多めな気がする。ごちそうさまでした。シャワーはあと9人。下の階に降りてきました。今は17時。あと1時間でラウンジを出たいから30分くらいにはシャワーの順番が回ってほしいね。仕事は一段落ついたので写真の現像をしています。これは大韓航空でインチョンに向かう時に食べたビビンバ。うまかったなぁ。ようやくシャワーの順番が回ってきました。1時間くらい待ったね。桜ラウンジのシャワーは羽田より成田の方がいい作り。デザインが落ち着いた感じな気がします。ロックはボタン式。
入るときはこのカードキーで入ります。それじゃあさっと浴びちゃいましょう。桜ラウンジを後にしてゲートに向かいます。次のフライトはサテライト側からです。時刻は18時過ぎ。外は暗くなってきました。10時間のフライトで朝6時くらいに到着なので、飛行中はずっと真っ暗かな。ボードに自分の名前が貼り出してあってカウンターに呼び出しです。なんだろう。なんか朝インチョンでチェックインした情報がうまく伝わってなかったみたいですね。ETA に問題があったかと思ったけど、そもそも今回はどのタイミングでも ETA を確認されてないです。オーストラリア入国には事前に ETA を申請しておく必要があります。僕は去年シドニーに行った時のがまだ有効なので、今回はそれを使います。ゲート前がぎゅうぎゅう。すぐ隣のサンフランシスコ行きと搭乗時間がかぶってるんだ。以前はサテライトにもラウンジがあって直前までそこにいられたんだけどね。コロナのタイミングで閉鎖してたんだけど、そのまま正式にクローズしてしまいました。まあ本館にあれば十分っていう気もするしね。さてちょっと遅れたけど搭乗です。10時間のフライトなのでビジネスクラスを存分に楽しめそうです。朝到着だけどなるべく疲れずに行けるといいな。着いたらすぐに活動したいからね。搭乗しました。もうすっかり夜だね。長距離路線なのでヘラルゴニーのポーチがありました。デザインと形が何パターンかあるんだよね。粉がオレンジのは何かに再利用しやすそう。耳栓とポケットティッシュ、アイマスクと歯ブラシ。これはスマホスタンドとケーブルかな。これはかなりありがたいね。ケーブルはライトニングと USB-C に変換できて、反対側は USB-A ですね。機内食のメニュー。今は和食が連3品で、洋食がレヘルベソンス。ワインはまあいつもの感じだね。和食の春の前菜。メインは牛ほほ肉とレンのカレーだ。朝食はマダイのサラダに牛フィレ肉のステーキかメバルから選べるんだね。いちごと抹茶のケーキがデザート。チーズの盛り合わせとかヌードルは悩ましいね。寝るか食べるかって感じ。朝ごはんもかなりしっかりしてそうだ。今回もスカイスイートなんだけど、足元にキャリーケースも置いておけるから便利だね。滑走路に向かっています。今日はホヌによく合うね。そろそろかな。無事離陸していきました。結構ずっと気流が安定しない状態が続いていて、機内も消灯モード。お腹すいたな。1時間半くらい経ったところでようやくドリンクのサービスが始まりました。まずはシャンパンをいただいています。今は小笠原諸島のあたりを飛んでいるみたい。さっきは機内 Wi-Fi なかったけど JAL のビジネスは無料で使えていいね。続いて機内食が運ばれてきました。洋食の方の前菜です。メゾンカイザーのパンとマダイと柑橘のサラダ。マダイの上にキャビアが乗ってるね。すっ
かりとした身のタイだね。ではいただきましょう。ドレッシングと相性良くて美味しい。オレンジと一緒に柑橘系のソースが添えられてるんだけど、これがタイのしっとり具合と相まって抜群だね。サラダで口の中に油が広がるから固めのパンがちょうどいいね。芽キャベツも結構いい仕事してんのよ。こいつがまた美味しい。キャビアはマダイと一緒に食感の違いを楽しみながら食べるのがいいね。いやー最高だ。美味しかったです。てかメインの前にパンを全部食べちゃった。メインは牛フィレ肉のステーキです。これパンがあったらもっと良かったやつだ。美味しそう。いただきます。見た目通りの美味しいステーキです。柔らかさもちょうどいいね。一緒に野菜もいろいろ入ってるんだけど、こいつらも味が馴染んでいて最高。一昨日沖縄で食べたステーキとはまた全然違うね。ごちそうさまでした。最後はコーヒーとデザート。いちごと抹茶のケーキですね。抹茶といちごが層になってるんだ。ステーキで濃くなった口の中の味をうまく引き取っていってくれる感じ。ごちそうさまでした。美味しかったな。高知はというと、もうすぐグアムに差し掛かるあたり。あと7時間くらいあります。では寝る準備。長距離路線だとエアウィーヴのマットレスが積んであります。フルフラットにしたシートに敷くと立派なベッドの完成です。毛布もかけたらかなり快適。それで朝まで休んで体力を回復しておこうと思います。おやすみなさい。機内が明るくなって目が覚めました。もうオーストラリア大陸の上空、ケアンズとかの近くですね。5時間くらいぐっすり眠れました。今度は朝食が運ばれてきました。といっても日本時間でまだ3時なんだけど、メインはサワラの黒酢あんかけ。寝起きに優しい味付けだね。あとは蒸し鶏とかいろいろあります。大根おろしと一緒に。さっぱりしてていいですね。こちらもザ和食っていう感じのあんかけの味付け。ご飯を食べてまた横になってゴロゴロしてました。いつの間にかかなり近づいてる気がする。メルボルンは1時間進んでいるので、あと1時間くらいで到着。街の明かりが見えてきました。距離的にはメルボルンの郊外って感じかな。あの辺りが中心街かな。ひときわ眩しいね。空港は中心街から北西に車で30分くらいの距離にあります。というわけでメルボルンに到着です。まだ外は暗いですね。税関の優先レーンチケットをもらっているので使おうと思います。エクスプレスパスっていうのを探せばいいんだね。飛行機から降りてきたんですが人でいっぱい。日本のパスポートを持ってる人は e パスポートホルダーっていうルートを進めばいいみたい。通路に端末が置いてあって、そこで申告を行います。というわけで無事入国完了。メルボルンです。
今回の宿はウェスティンメルボルン。市内はバスが走ってるんだけど、車だと半分の時間で行けるみたい。なのでウーバーで向かうことにします。今回の動画は一旦ここまで。次はメルボルン観光と JGC プレミア資料最終回です。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。